皆さんこんにちは。早速ですが、世界一周航空券を使って旅行したいからいろいろ見てるんだけど、いまいち欲しい情報にたどり着けてない。ルールを守ってルートを組んでいるはずなのにエラーが出ちゃう。なんでって思ったことありませんか？世界一周航空券を使ってお得に旅したいからもう少し詳しく知りたい。世界一周航空券をできるだけ有効活用したいといった願望をできるだけ満たせるよう、できるだけ具体的に説明していきます。なお、世界一周航空券と検索すると、世界一周航空券と世界一周特典航空券の2種類が出てきますが、今回この動画で取り扱うのはこちらの購入するタイプの世界一周航空券になります。ちなみに世界一周特典航空券という名称のサービスはすでに取り扱いがなくなっているサービスですので、あまり気にしなくていいです。では今回説明していく項目はだいたいこんな感じ。基本的な情報はもちろん、共通ルールやアライアンス別ルール、知っておいたら役に立つ豆知識やあまり紹介されていないこんなルールもあるのと気づける目から鱗な情報に、最大活用術までできるだけ具体的にお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ではまず最初は世界一周航空券ってどんな航空券なのか、その定義を説明します。世界一周航空券とは、世界各国の航空会社が加盟するそれぞれの航空連合に所属する航空会社が連携して発券する航空券で、最大16区間のフライトで太平洋と大西洋それぞれを1回渡って出発地点の空港に戻ってくる航空券を指します。ではここでこの航空連合についてどんな航空連合があるのか見ていきましょう。こちらが航空連合アライアンス一覧です。主に3つのアライアンスがありますが、日系の航空会社が加盟しているアライアンスは NA が加盟しているこちらのスターアライアンス、そして JAL が加盟しているのがこちらのワンワールド、最後のスカイチームには加盟している日系の航空会社はなく、加盟している代表的な航空会社にはエールフランスや大韓航空がありますが、現在スカイチームは世界一周航空券を販売していませんし、仮に販売を再開したとしても日系の航空会社が加盟していないので、世界一周航空券の発券手続きであったり、日程変更やルート変更時に電話対応などで直面する言葉のストレスを考慮すると、日本人の方であればスターアライアンスかワンワールドをおのずと選択することになると思います。ではここでスターアライアンスとワンワールドに加盟している航空会社には NA や JAL 以外にどういった航空会社があるのか見てみましょう。まずスターアライアンスから、こちらは最大規模のネットワークを持つアライアンスということで、2026年4月時点で26の航空会社が加盟しています。一方ワンワールドに加盟している航空会社はこちら、2026年4月にハワイアン航空が加盟したことから、この時点でこちらは16の航空会社が加盟しています。ではポイントその1、旅行の目的地に就航している航空会社の中からより人気の高い航空会社を選ぼうです。当然旅行の目的地の国の航空会社があればその航空会社を選択したり、あるいはこれだけたくさんの航空会社があるのだからいろんな航空会社を試したいという考え方ももちろんありだと思います。ただ航空会社によっては古い機材が多かったり、機内食が美味しくなかったりするのも事実です。限られたスペースの機内で長時間過ごすことを考えれば、少しでも快適な空間やサービスを提供してくれる航空会社を選びたいですよね。なので国際的な航空運輸格付け会社である
カイトラックス社が公表しているランキング表を参考にしながら、旅行の目的地に就航しているランキング上位の航空会社の中から選択していくことをお勧めします。こちらは2025年の上位20社を示したランキング表です。では、スターアライアンス加盟航空会社とワンワールド加盟航空会社のランキングをそれぞれ見てみましょう。まずスターアライアンス加盟航空会社は、みんな大好きシンガポール航空や我らが ANA に最近人気のトルコ航空、あとはスイス航空、エバー航空、ルフトハンザ航空、エアカナダの7社。一方、ワンワールド加盟航空会社はこちらもみんな大好きカタール航空のほか、こちらも人気のキャセイパシフィック航空に我らが日本航空、さらにブリティッシュエアウェイズ、カンタス航空、イベリア航空と上位20社に6社がランクインしています。また21位から100位までの航空会社はこのようなランキングになっています。まず21位から60位、気になる方は動画を一時停止してご確認ください。こちらは61位から100位。なお、スターアライアンス加盟航空会社にはシルバー系の網掛けを、ワンワールド加盟航空会社にはブルー系の網掛けをつけてあります。参考にしてください。私自身、これまで比較的数多くの航空会社を利用する機会がありましたが、実際に利用した印象とランキングはかなりの高確率で比例しています。ですので、行きたい目的地とランキング上位各社の就航先を照らし合わせて航空会社を選択することをお勧めします。では、次にどちらのアライアンスを選ぶのがいいのでしょう。ここでまず先に各アライアンスの共通ルールとアライアンス別のルールを見てみます。まず共通ルールから。まず1つ目、先ほども少しお伝えしたように、出発地点から太平洋と大西洋を1回ずつ渡って再び出発地点の空港に戻ってくることです。ですから、この太平洋とこちらの大西洋を1回だけずつ渡って地球を一周してくればいいということです。なお、この再び出発地点に戻ってくるの考え方ですが、例えば東京の場合、羽田空港を出て成田空港に戻ってくる、あるいはその逆のパターンも OK になります。これは羽田空港と成田空港が IATA 国際航空運送協会が定めるマルチエアポートに該当するからです。この IATA 公認のマルチエアポートとは、同一都市圏もしくは同一地域で一つの仮想的な空港とみなされた複数の空港を指します。国内は東京以外にあと2カ所、名古屋と大阪のそれぞれこれらの空港が IATA が定めるマルチエアポート対象空港になります。ですので、名古屋を利用する方は原則中部国際空港と小牧空港を出発都市、終了都市の空港にできますし、大阪を利用される方は大阪国際空港、関西国際空港、神戸空港の3空港を出発都市、終了都市にできるということです。ただ、実際にはアライアンスによって小牧空港や神戸空港が選択できなかったりするので、実際に各アライアンスのサイトに入ってルートを組んでみて、各空港が利用できるか確認してください。続いて2つ目は、ルートは原則一方向、西回りか東回り、ただしルール内のバックトラック、逆戻りは可能です。このルールは単純に、日本を出発したらこのように西回りか東回りのどちらか一方向で一周すれば OK ということです。では、ここでダメな事例を一つ。一方向ということなので、例えば日本を出発して西回りでアジアの国を訪問した後、ヨーロッパのどこかの国に行って再度アジアのどちらかの国を訪問するというパターンは NG になります。では、このバックトラック、
逆戻りが可能な例を説明します。こちらは IATA 国際航空運送協会が定めている IATA 地域をベースに作成した地図です。 IATA では航空運賃や規則を定めるために世界を3つの地域区分に分けて TC1、TC2、TC3 と区分しています。ちなみにこの赤い境界線はあくまでも目安としてこちらで引いたものです。正確な境界は IATA 地域で検索すればより詳細な情報が得られますので、ご興味のある方は検索してみてください。そしてまず先ほどの NG 事例はこのように IATA が定めている境界線をまたいで逆戻りしたことが NG となった理由です。そこでここがポイントの2つ目なので、先ほどのバックトラックが可能となるルールの範囲はこの各 TC 区分の中でのバックトラック逆戻りであればバックトラックは可能ということです。もしご自身の行きたい国がこの境界線付近にあるので心配ということであれば、実際にスターアライアンスやワンワールドの公式サイトに入って実際にルートを組んでみましょう。 NG なルートを組んだ場合はエラーが出ますので自分で調べるより簡単です。で、そんなことをお伝えしておきながらなんですが、スターアライアンスの公式サイトはルールに適合していればエラーはほぼ出ませんが、ワンワールドはルールには適合しているにもかかわらずびっくりするくらいエラーが出ます。ただ疑問が出た際質問しようとすると ANA の場合は AI によるチャットの回答になるので容量を得ませんし、電話でオペレーターにつなごうとするととんでもない時間待たされます。一方 JAL のヘルプデスクへチャットや電話でワンワールドのサイトのことで問い合わせると、ワンワールドのサイトは JAL が運営してないから分かりませんといった回答や、ワンワールドのサイトで予約を作成しても最終的には改めて JAL に問い合わせて予定が成立するかなど各種確認をすることになりますと案内されますが、ただチャット利用では AI ではなくオペレーターによる対応が選択できて、個別具体的なルールの確認であれば的確に回答をいただけるので、そういった意味ではストレスは JAL の方が少なめですが、いずれにしても自力で購入に至るまでにはかなり骨が折れることを覚悟して臨んでください。話をバックトラックに戻しまして、スターアライアンスの料金は距離制になっていますので、無駄な距離を発生させ料金を引き上げる要因となるバックトラックはスターアライアンスを利用される方はあまり考えなくてもいいと思います。でも大陸製料金を採用するワンワールドを利用する場合は使い方によってはメリットが出ますので、この点はお得利用術としてまた後ほど詳しく説明します。その他距離制と大陸製の一般的な差を一覧にしていますので、気になる方は動画を一時停止して内容をご確認ください。では共通ルールの3つ目、滞在回数、都市数に制限があるです。この項目はアライアンス別のルールがちょこちょこ出てきます。こちらがアライアンス別に滞在可能都市数を取りまとめたものです。まず1つ目、最小滞在都市数です。こちらは両アライアンスとも2都市は最低でも滞在しないといけないという意味です。この滞在の意味の解釈を間違えると世界一周航空券を最大限に活かせないということにもなりかねないので、ここで言う滞在が何を示しているかを確認しておきます。滞在の種類にはこのストップオーバーとトランジットの2種類があって、その違いは24時間以上の滞在時間があるかどうかで分かれます。この表で示してある滞在の意味は全てこちらのストップオーバーによる滞在を指しています。したがってこの最小滞在都市数に関しては両アライアンスとも出発してからまた出発地に戻ってくるまでの間に少なくとも2カ所で24時間以上の滞在をする必要があるという意味です。
ですからトランジットで時間あるからトランジットする国に入国してその国も楽しんじゃおうといった場合、その時間が24時間以内ならトランジットですし、24時間以上ならストップオーバー扱いになるということです。ところでとあるサイトでスターアライアンスは3回以上という説明を見たことがありますが、これは条件が緩和される前の情報のまま更新されてないと思われます。実際公式サイトにも2回と明記されています。しかし世界一周を目的に世界一周航空券を利用している方で2都市しか滞在しない旅程なんて想像できませんが、ビジネスユーザー向けの配慮なんですかね。では次にこちらの最大滞在都市数について説明します。このスターアライアンスの15都市という数字を見て、あれ、地球一周するから区間数と都市数は一緒じゃないの？なんで？って思いますよね。実は最大16区間とされている区間数と滞在可能都市数は切り離して考える必要があるんです。例えばキャセイパシフィック航空で台湾でトランジットして香港に向かう場合、この場合の台湾はトランジットだけなので滞在都市数には含まれませんが、区間数は日本から台湾、台湾から香港の2区間としてカウントされます。この考え方はスターアライアンスもワンワールドも共通です。ただ1区間目と2区間目の便名が同じフライトの経由便の場合、1区間としてカウントされるパターンもあります。でも単に経由するだけなら時間だけ無駄に消費することになるので、経由便や単なる乗り継ぎ便は避けて直行便を選択していきましょう。さらにこの区間数の消費に関連して、例えばヨーロッパを周遊する際にトルコからロンドンに世界一周航空券のフライトで入った後、世界一周航空券とは別に手配したユーロスターなどの鉄道や LCC 等を利用してヨーロッパ各地を周遊した後、スペイン・バルセロナから再び世界一周航空券を使って次の目的地に向かうとした場合、世界一周航空券とは別に手配したこのロンドン・バルセロナの区間をオープン上区間と言いますが、このオープン上区間も最大16区間のうちの1区間としてカウントされますし、距離制をとっているスターアライアンスの場合、この区間を結んだ最短距離が運賃計算のマイル数に加算されますのでご注意ください。ちなみにこの場合の都市数のカウント方法は到着地ロンドンと出発地バルセロナで1都市とみなされます。あと念のための事例ですが、このオープン上区間をもともとは世界一周航空券の区間として予約していたにもかかわらず、旅の途中で気が変わって勝手に陸路等でバルセロナまで行って、バルセロナからまた世界一周航空券で次の都市へといった行為は NG です。この場合この区間以降のフライトは無効になりますので、思いつきの変更はしないようにしましょう。ところで余談ですが、このオープン上の名前の由来は和訳の通り開いた顎のように見えるというところから来ています。世界一周航空券だと進行方向が一方向だからオープン上区間が発生しても開いた顎の形には見えませんが、通常の往復チケットにオープン上区間を設けた場合だとこのような感じで2辺が往復チケット区間、1辺がオープン上区間の三角形ができて、それが開いた顎のように見えるということで、こんな風に見えるからってことなんでしょうけど、まあ結構強引なネーミングのような気がします。ちなみにこのオープン上区間のことをサーフェス区間と表現している説明も見ますが、厳密に言えばオープン上は往路と復路で発着地が異なる旅程のことで、サーフェス区間は空路を含まない移動という意味ですが、この違いは気にせず、共に世界一周航空券とは別に自分で手配した手段で移動する区間と理解しておいてもらえば OK です。さらにこの事例の場合は自分の希望でそういうルートにしたので、このオープン
上区間を1区間とカウントされてもまだ諦めがつきますが、航空会社が利用する空港の都合で1区間カウントされるパターンもあります。例えばスターアライアンスの世界一周航空券を利用してヨーロッパからアメリカニューヨークのジョン F ケネディ空港に着いた後、スターアライアンス加盟のユナイテッド航空を利用する場合、ユナイテッド航空のニューヨークの就航空港はニューアーク空港ですので、このジョン F ケネディ空港からニューアーク空港へ移動して次の都市に向かう場合、ジョン F ケネディ空港からニューアーク空港への移動区間を1区間としてスターアライアンスだからマイルもカウントされます。ところでこのジョン F ケネディ空港とニューアーク空港の関係、マルチエアポート空港なんじゃないって気づいた方、大正解です。ということは羽田空港や成田空港でもカウント対象になる場合があるんじゃないって思った方、大正解です。例えば世界一周航空券の区間として飛行機で大阪から羽田に来て、羽田から成田間を陸路で移動して成田発の便を利用する場合、この羽田成田間の移動区間を1区間としてカウントされます。スターアライアンスなら距離も。ただこれも含めて世界一周航空券で買った方が個別に手配するより安い場合もあると思いますので、皆さんの旅行プランに照らし合わせてどの区間を世界一周航空券の区間に組み込むか決定されれば良いと思います。ということでここまでのポイントをまとめると、滞在都市数のカウントはストップオーバー24時間以上滞在する都市数をカウント。ストップオーバーは両アライアンスとも最低でも2回は必要。滞在都市数と区間数は別物として考えよう。経由地を含むフライトは経由地数足す1区間として区間数をカウントされるので、できるだけ直行便を選択しよう。オープン上区間も1区間としてカウント。マルチエアポート対象空港間の移動も1区間としてカウント。では続いてはワンワールドの世界一周航空券で適用されるルールの説明になる。こちらの最大滞在都市数が制限なしという点です。先ほど見ていただいたようにワンワールドは大陸製の料金を設定していて、最大滞在都市数に制限を設けていない代わりに、実はこのように6つの大陸別にフライト最大区間数を設けています。ですのでワンワールドの場合はこの大陸別の最大区間数の範囲内で合計16区間以内となるようにルートを選定していく必要があります。そういった意味ではスターアライアンス同様、事実上最大滞在都市数にも制限がかけられているということになります。またこの大陸で分けられているエリアから一度出たらその大陸へは原則戻ることができませんので、ルートを組む際はご注意ください。なお原則としている理由は後ほど説明します。ここで一つ謎ルールがあって、アジアは4区間としながらストップオーバーができる回数は2回までという意味不明ルールがあるのでご注意ください。なので例えば香港、シンガポール、バンコクを周遊したい方の場合、いずれか2都市はストップオーバーで残りの1都市はトランジットで、でなければ自分で手配するオープン上でというちょっと使い勝手が悪いルールになっていますのでご注意ください。次にちなみに大陸製料金と言いながら一般的な各大陸のイメージに含まれる国と違い、ワンワールドが定める各大陸に含まれる国はこの IATA 地域に準じて分けてあります。ワンワールドが定める各大陸の地図が入手できないので、ざっくりとしたイメージでワンワールドが定める6大陸区分をお伝えすると、北米と南米は一般的なイメージ通りで問題ありませんが、ヨーロッパに関しては北アフリカの一部と中東の国々が含まれます。
なのでワンワールドでのアフリカは北アフリカを除いたアフリカ大陸を指しています。またアジアにはロシアの一部も含まれます。あとオセアニアはパプアニューギニアよりも以南東のエリアが含まれています。といったイメージで捉えておいてもらって実際にルートを組んでみたらいいと思います。さて話を戻しまして、ちなみにこの大陸別の最大区間数のカウント方法において、このように次の大陸に行くためのフライトは16区間のうちの1区間にはカウントされますが、大陸別の最大区間数にはカウントされませんので、例えばヨーロッパ4区間を例にとれば、このようにヨーロッパに入った後からヨーロッパエリア内で4区間のフライトが可能ということになります。そして先ほどバックトラックのところでワンワールドの方がバックトラックの使い方によってはメリットが出るとお話しさせてもらいましたが、そのポイントになるのがこちらの同一都市滞在回数です。スターアライアンスの場合、無駄に何度も同一都市を乗り換え等で利用することは単に運賃の引き上げ要因にしかなりませんが、ワンワールドの場合はバックトラックが可能な各 TC のエリア内でかつ同一大陸内であれば、お好きな航空会社の空港を拠点にして最大区間数の範囲内で往復すればよりマイルを稼ぐことも可能となります。特にビジネスクラス以上でフライトを楽しみたい方にとってかなり魅力的です。ただ一点気をつけないといけないことがあります。それはヨーロッパ内の各都市間を結ぶヨーロッパの航空会社のフライトです。ヨーロッパの航空会社のヨーロッパ内各都市を結ぶ路線のビジネスクラスの座席設定はこのように片側3列のエコノミークラスの真ん中の座席だけ強制的に空席にしているだけのなんちゃってビジネスクラスがほとんどですので、ヨーロッパ内各都市を結ぶ路線のビジネスクラス以上の利用はその恩恵を薄く感じてしまう可能性が高いです。であればビジネスクラス以上のフライトを満喫するため、もし時間的に余裕があって長時間のフライトもさほど気にならないし、むしろマイルも稼ぎたいという方であれば TC の中でできるだけ長くて快適なフライトを提供してくれる一つの航空会社を選択して最大区間数まで往復するというお得な技はどうでしょう。じゃあ北米は最大6区間もあるからここでもマイルを稼ごうと思って同じようなことをアメリカでしようと思ってもこちらは制約が設けられていてできません。実はこの赤色の西海岸の州と東海岸の州の都市を結ぶこういったフライトは6区間中1回だけに限定されているからなんです。だから残りの5区間はこのように東西の赤い州の都市を結ばないよう距離を刻まなくてはなりません。このルールはカナダの都市とアメリカの都市を結ぶこういったフライトでも適用されます。実はこういったルールはオーストラリアにも存在していて、例えばこういった赤線のルートのように東西南北の海岸の都市を結ぶフライトは最大4回のうちの1回のみということですので、ルートを組んでエラーが出た場合はこのルールに引っかかったんだなと諦めてルートを組み直してください。ところで余談ですが、最近のアメリカン航空の評価は昔に比べかなり低くなっていて、北米南米の旅行プランを計画する際にワンワールド加盟の航空会社でアメリカン航空以外の選択肢をなんとか見つけ出せないかなというのが今の私のルート設定を考える際の課題になってます。ちなみにアメリカン航空はスカイトラックス社のランキングでは83位に低迷しています。さてここで先ほどワンワールドでは一度大陸を出るとその大陸には戻れないけど例外があるとお話ししたその例外事例を紹介します。一つは北米南米間で往復するパターンと、もう一つはヨーロッパ中東アフリカ間で往復するパターンで、例えば中東
ヨーロッパ周遊を終えた後、アフリカ各国を周遊して再度ヨーロッパ、中東のどこかの国にトランジットであれば戻ることが認められるという例外で、北米南米間も同様のパターンのみ認められます。ワンワールドでルートを計画していく際の参考にしてください。ところでスターアライアンスの裏技として世界一周航空券を分割する裏技という記事や動画を見かけますが、この裏技に興味がある方、本当にご自身にとってお得なのかよく考えられた方がいいです。どういうことかというと、まずこのルールは分割できるのはアジア・オセアニアエリアの周遊と他のエリアの周遊の分割なので、先にアジア・オセアニアを周遊して一時帰国後他のエリアへ出発するか、他のエリア周遊後一時帰国してアジア・オセアニアを周遊するパターンです。そして一時帰国の際は出発地点とは異なる空港、例えば東京在住の方が羽田や成田から出発したならば、一時帰国時は大阪や名古屋など東京とは異なる空港に戻るというのが分割できる条件になっています。ということは大阪や名古屋に着いた後、東京までは自腹で帰らないといけません。東京大阪間の新幹線は片道だいたい1万5,000円くらいしますから、先ほどの図のように台湾で一度周遊を中断して大阪等ではなく東京に LCC を使って自腹で帰る場合もだいたい同じくらいの料金で帰ってくることは可能です。しかも分割ルールの場合も旅行を再開するためには一時帰国した空港である大阪や名古屋から再開となりますから、それにかかるコストや移動の負担を考えるとトータルでどちらがお得か、皆さんの個々のケースで考えた方がいいと思います。次にこちらは最小滞在可能都市数と似てるけどでもちょっと違う最低旅行日数というものが設けられていて、スターアライアンスの場合出発翌日から10日以上必要なので、実質11日以上、西回りなら日付変更線をまたぐ方向のせいで12日以上必要となります。ワンワールドに関してはこちらは最小滞在都市数と同義です。ということで世界一周を組む通常の旅程であれば問題なくクリアする条件だと思いますが、念のためこういった点も押さえておいてください。ということでここまでのポイントをまとめると、ワンワールドは大陸ごとに最大区間数の設定あり、ワンワールドにはアジアのストップオーバーは2回までという謎ルールあり、ワンワールドでの他の大陸からの移動フライトは大陸ごとの最大区間数のカウント対象外。ヨーロッパ圏内のなんちゃってビジネスクラスに気をつけよう。ワンワールド利用者はバックトラックを有効活用してマイルを稼ごう。ただしアメリカとオーストラリアの大陸の両端を結ぶような長距離フライトは各大陸の最大区間数のうちの1回だけ可能。一度出た TC エリアや大陸には戻れない。ただしワンワールドは例外あり。スターアライアンスの旅程を分割する裏技は本当にお得か確認しよう。スターアライアンスの最低旅行日数に気をつけようです。では共通ルールの残り2つ、これはもう書いてあるままです。ただ注意しないといけないのはこちらの事前に全てのルートと日付を決めないといけない点です。そして日程の変更はチケット購入後も無償でできますが、ルートの変更は1回につき125ドルの費用がかかるので、ルートは事前にしっかり計画を立てましょう。そして最後、世界一周航空券の有効期間は両アライアンスとも1年間となっています。ということでここまでのルールを踏まえて、私なりにスターアライアンス向きの方とワンワールド向きの方を整理するとこんな感じ。よかったら参考にしてみてください。では最後は世界一周航空券の購入とその留意点について説明していきます。早速料金表から見ていきましょう。こ
ちらがスターアライアンス。スターアライアンスの特徴はお伝えしてきている通りマイルで料金が分かれていることと、プレミアムエコノミーの料金設定があることです。一方、ワンワールドもお伝えしてきている通り、大陸数で料金が分かれています。ただ、これまで一切触れていませんでしたが、実はワンワールドにも距離制料金があるんです。それがこちら。このグローバルエクスプローラーという名称で、しかも航空会社がワンワールド加盟の航空会社にこちらの6社が追加されて利用できる世界一周航空券です。ただ、6社の顔ぶれを見てもらえると分かるように LCC 系の航空会社が多くを占めていることから、ビジネスクラスやファーストクラスの世界一周航空券の利用を希望される方には不向きだと思います。一方、エコノミークラスの世界一周航空券を利用される方には、このグローバルエクスプローラーのマイル制料金は選択肢の一つになると思います。ただ、やはり世界一周航空券の醍醐味は、ビジネスかファーストクラスの世界一周航空券を購入することでそのお得感をより一層享受できるところにあると思います。例えばこちらは換算期にあたる2027年2月の東京ニューヨーク間のエコノミークラス片道料金ですが、乗り継ぎ1回の最安料金で約10万円、直行便だと約33万円となっています。世界一周航空券のエコノミーで一番高い料金でも16区間利用すれば1区間あたり約 3.3 万円です。お得ですよね。続いて同じ条件のビジネスクラスだと、乗り換え1回の最安料金が約33万円、直行便の最安料金は約63万円となっています。一方、世界一周航空券の場合、こちらの一番高い料金でも1区間あたりに換算すれば約6から7万円強で購入できるびっくり価格です。さらに同じ条件でファーストクラスの場合、乗り換え1回の最安料金が約120万円、直行便の最安料金は約230万円となっています。もうファーストクラスだと1区間の直行便料金なんかは世界一周航空券の一番高い料金を上回っていて、1区間あたりに換算すれば約11万円程度で購入できるという出血大サービスレベルです。ただ一点、ファーストクラスを選択する場合気をつけないといけないのは、最近ファーストクラス設定を設けている航空会社やフライト区間が少なくなっており、ファーストクラスの世界一周航空券を購入しても実際にファーストクラスを利用できるのは全行程の3分の1程度で、ファーストクラスが利用できない区間はビジネスクラスなどにダウングレードされるので、購入する際はそういった点も納得した上で購入されてください。ただ、それを差し引いても十分元は取れるレベルだと思います。なお、人気の航空会社の最近のビジネスクラスの充実ぶりはもう一昔前のファーストクラスを超えているとすら思いますので、ビジネスクラスの世界一周航空券を購入して最新機種のビジネスクラスのフライト区間を選択する方が個人的にはお得かなと思います。では最後に購入の際の留意点です。世界一周航空券は通年を通じて同一料金という点も魅力ですが、ただし購入後もし料金改定が行われた後ルート変更をするとなった場合は料金改定後の料金が適用されますので、そういった意味でもルート選びは慎重に進めてください。また購入の際は先ほどまで見ていただいた運賃に加えて空港所税、燃油サーチャージなどが必要となり、その金額はおおむね20万円から40万円程度の上乗せを見込んでおく必要がありますので、計画を立てる際にはこの点も考慮して計画を立ててください。また最初の区間で登場する航空会社イコール発見航空会社になりますので、旅行途中での日程変更等の手続きの際の言葉の意思疎通の利便性を考慮して予定の最初の区間に利用する航空会社は日系の航空会社を選択する方がおすすめです。それから世界一周航空券に割り当てられる座席数は各フライトで枠が設けてあり、
申し込み時期が出発日に近くなると座席が予約できない可能性が高まります。したがって出発の1年ぐらい前から準備を始めて、できるだけ早いタイミングで座席も含め予約購入を完了させましょう。また昨今の国際情勢を踏まえると、いつこの料金が値上がりしてもおかしくないので、もう計画がある程度固まっている方は値上がり前に購入という手もありかもしれませんね。ということで動画は以上となりますが、この動画が皆さんが計画を立てられる際の一助になれば幸いです。なおルールは常に変更されているので、今回紹介したルールから変更される場合もあります。今後重要なルールの変更情報を入手した際はまた動画で紹介していきます。次回も世界一周航空券に関する動画を検討中ですが、当面は数ヶ月おきに更新していく予定です。こういった動画を見たいといったリクエストがあればコメントをお寄せいただけるとありがたいです。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。